皆さんおはようございます。Hoje estou mais uma vez falando aqui de Curitiba, no estado do Paraná. Neste canal compartilho todos os sábados um pedacinho do meu dia a dia real aqui no Brasil, onde cheguei no ano passado vindo do Japão. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. ブラジルライフ。皆さん、今週も1週間お疲れ様でした。最近朝起きて窓を開けると霧がすごくて何も見えない、そんな日が続いています。でも不思議とこういう霧の濃い日は日中はとてもいい天気になることが多くて、今週はお出かけ日和が続きました。この間あるブラジルの方に今は桜の時期だよと教えてもらいました。実はブラジルにも桜があるんです。言われてみれば最近道路沿いにピンクの木をよく見かけるなとは思ってたんですが、私の中で桜イコール春のイメージなので、まさか今じゃないよねって思ってました。でもブラジルの桜は冬に咲くらしくて、それなら見に行かないと植物園をちらっと覗いてきました。ブラジルの桜は日本の桜より少し濃いピンク色です。1本だけ満開の木があって、多分あと 1,2 週間もすれば見頃になるのかなっていう感じでした。この地域ではついこの間寒波が来て、いよいよ冬だって思ったばっかりなのに、今週は昼間はポカポカで、桜を見ながら歩いてるとなんだか春みたいな気分になります。かと思ったら紅葉している木もあったり、その一方で私の中では南国のイメージがあるヤシの木は一年中わさわさ茂っていて、なんか冬なのか春なのか夏なのか秋なのかよくわからないですが、そんな不思議な季節感も面白いなと思っています。そういえば先日 Amazon の地方に住んでいる方からコメントをいただいて、私の動画を見てクリチバの人がみんなコートを着てるのを見てびっくりしましたと言っていました。同じ国なのにまるで別世界みたいですよね。そんなギャップも含めてやっぱりブラジルって面白い国だなと感じています。ブラジルライフ。さて今回の動画では私の住むクリチバで開催されたイタリアのお祭りの様子をお届けします。なんかこの6月7月はお祭りが多い印象で、先月はブラジルの伝統的なお祭りフェスタジュニーナをご紹介したんですが、今回はイタリアのお祭り、そしてさらに今週末には日本のお祭りも開催される予定で、楽しいことが絶えない季節となっております。ちょっとここで私がブラジルに来て驚いたことの一つをシェアさせてください。ある日車で道を走っていて赤信号で止まった時のこと、突然知らない人が車のミラーにお菓子を引っ掛けてきました。びっくりして思わず何ってなったんですが、実はこれ信号待ちの間に商品を売るシステムなんだそうです。赤信号のほんの数十秒の間にミラーに商品をかけ、買いたい人がいたらその場でお会計、そして信号が変わる直前に回収していくっていう、まさに職人技のような早技です。日本で同じことをやったらきっと運転手さんは驚くというか怒っちゃうし、すぐに警察を呼ばれてしまいそうですが、ここブラジルでは誰も怒らず、むしろ青信号になっても販売の人が回収し終わるまでちょっと待ってあげたりもしてます。このおおらかさには感心してしまいます。しかも物を売るだけじゃなくて、赤信号になると目の前で突然大道芸が始まることもあります。ジャグリングやアクロバットを披露した後で車の間を歩いてチップを集めていきます。今ではもうすっかり見慣れた光景になりましたが、初めてこれを体験した時の衝撃は忘れられません。旅行でブラジルに来る方も赤信号でいきなり何かが引っ掛けられてもびっくりしないでください。こんな風に日常の中にちょっとしたエンタメがあるのもブラジルです。ブラジルライフ。というわけで今回訪れたのはクリチバにあるサンタフェリシダージという地区です。イタリア移民の歴史が色濃く残るこのエリアには、昔ながらの建物や本格的なイタリア料理のお店が立ち並んでいて、歩くだけでもどこかヨーロッパの街角に迷い込んだような気分になります。実はブラジルってイタリアをはじめとするヨーロッパからの移民がとても多い国です。ここクリチバもドイツ系やポーランド系など
様々なルーツを持つ人たちが暮らしていて、文化の多様さが日常の中に溶け込んでいます。さて、お祭りの会場に到着しました。想像していたよりも規模が大きくてびっくりしています。この場所はクリチバのサンタフェリシダージっていう地区にある公園で、イタリアの移民文化を大切に守り続けてきた特別な場所みたいです。普段は静かな森のような場所なんですが、年に何度かイタリアの伝統を祝う大きなお祭りが開かれて、多くの人でにぎわいます。2月にはぶどう祭り、そして7月には今回の鶏肉、ワイン、ポレンタ祭りといったちょっとお腹が空いてきそうな名前のお祭りが開催されて、イタリア料理や音楽、ダンスが楽しめます。広さは2万平方メートル以上あり、中には昔の教会を再現した建物やイタリア移民の歴史を伝える記念碑もあります。木々に囲まれた自然の中で伝統を感じられるこの場所は、まるでブラジルの中の小さなイタリアっていう感じです。ブラジルライフ。さあ、まず最初に目に飛び込んでくるのはイタリアンフェスティバルらしさ全開のワイン屋台です。木製の棚にずらりと並ぶボトルを見るだけでもワクワクしますね。赤に白、スパークリングにロゼ、どのワインもどこか懐かしくてどこか新しい、まるでイタリアの小さな村からやってきたようなラベルがずらりと並びます。グラスを手にした人たちは会話を楽しみながらのんびりと、家族と友人と恋人とそれぞれのペースでこのひとときを楽しんでいて、なんだかとても幸せそうでした。ふと風が通り抜けてワインの香りがふわっと鼻先に届く感じ、イタリア音楽のリズムに揺れながら、これがフェスタなんだなってしみじみ感じる瞬間です。ワイン一杯に時間も気持ちもゆっくりほどけていく、そんな素敵な空間でした。さて、私は今回どうしても試してみたかったものがありまして、前回の動画でも少しお話ししていたブラジルのホットワインケンタンオです。この時期ブラジルのあちこちで見かける冬の定番ドリンクで、ワインにシナモンやクローブ、生姜などスパイスがたっぷり入っていて、体の芯から温まる味わいです。お店によってはマシュマロが入っているものもありました。今回は初めてだったので一番小さいサイズを注文してみたんですが、出てきたのは溢れそうなぐらいたっぷり入ったカップ。スパイスがしっかり効いていて、確かに飲んだ後は体がポカポカになりました。歩きながら寒いねと言っていた夫の横で、私はずっと体が温まっていました。ただ想像以上に甘くて、その甘い香りに誘われてか蜂がブンブン寄ってきたのが唯一の難点。甘いドリンクだけではちょっと重たかったので、しょっぱいものも食べたくなって選んだのが今回のお祭りの名前にもなっているポレンタとフライドチキンです。ポレンタは見た目はフライドポテトのようですが、じゃがいもではなくトウモロコシから作られています。もちっとした食感がポテトとはまた違う美味しさです。チキンの方はまるでイタリア版の唐揚げ、カリッと香ばしく揚がっていて、ワインとの相性も抜群でした。シンプルだけど癖になる味わいです。とここでどこかで聞いたことのあるメロディーが流れてきました。まさかこの曲がイタリアの歌だったのは知りませんでした。実はこのメロディー、日本では子供の替え歌として有名で、多分日本人の 99% の人の頭の中には鬼のパンツはいいパンツという歌詞が浮かぶと思います。もともとは1800年代にイタリアで作られたケーブルカーの宣伝ソングらしく、可愛い振り付けまであるそうです。会場では子供からお年寄りまでみんな楽しそうに踊っていて、その輪に自然と人が集まっている様子がとても印象的でした。多分日本だったら真ん中で踊り出す人はあまりいないかもしれません。でもこういう開放的でみんなが楽しむ雰囲気こそ海外ならではの魅力だなと感じます。
ブラジルライフ。さてここでデザートを探しに行きたいと思います。ワインだけでなくスイーツの屋台も充実しています。カラフルな綿菓子にポップコーン、チョコレートがけのフルーツやキャンディー、なんかインスタ映えしそうなものがたくさん並んでいます。コーンケーキも毎回惹かれるものの一つです。でも一通り見回してやっぱりいつもたどり着く先はチュロスです。Brigadeiro. O que é esse apoio? Esses aqui são adicionais, que é o de Nutella. 今回はヌテラ入りのものをゲットしました。相変わらずブラジルのチュロスは溢れるほどのクリームが入っててめちゃくちゃ美味しいです。子供用のゲームやアトラクションも充実しています。子供から大人までみんなが楽しめるところがいいですね。なんか海外のこういうところにある子供の遊び場ってとても豪華に感じます。私も子供時代こんなところで過ごしてたらめっちゃ楽しんでただろうなといつも想像してしまいます。どうやらダンスが始まるようです。あんまり事前に下調べせずに行ったので、こんな本格的なイタリアのダンスが見られるとは知らなくて驚きました。女の子たちがみんなお人形のように可愛くてついつい見入ってしまいました。ブラジルライフ。イタリアのワインや料理、そして音楽、どれもどこか懐かしくて心がほっとするような、まるで古き良きヨーロッパのぬくもりに包まれているような、そんな気持ちになりました。ちなみにこのお祭りはチケット制で有料だったのですが、お値段以上に楽しめる素敵な体験ができたと思います。こうして異国の地でまた別の国の文化に触れることができるのも移民の国ブラジルならではの魅力かもしれません。日本は比較的単一民族で異文化に対して少し慎重なところがありますが、ブラジルでは様々な国からの移民が自然に共存していて、違いを受け入れるっていうことがごく当たり前のように根付いている気がします。そんな寛容で温かな空気の中で楽しむ今回のお祭りは心に残る時間でした。ブラジルライフ。さてここでお祭りを後にしてこの会場に来る時に通り過ぎた街中にも魅力的なお店がたくさんあったので少し散策しに行きたいと思います。やっぱりワインが盛んで中でもこのお店が一番目立っていました。ここは老舗ワインショップで大きなワイン樽のモニュメントが目印で観光客にも大人気のスポットです。中に入ると手作りワインやチーズ、リキュールがずらりと並んでいます。試飲や試食もできるようです。100年以上続く家族経営のこのお店はまるでイタリアのワイナリーのような雰囲気でお土産探しにもぴったりです。おしゃれなパン屋さんも発見して吸い寄せられるように入ってしまいました。朝早くからオープンしているようで地元の人たちが次々と訪れる憩いの場です。ショーケースには焼きたてのパンやスイーツがずらりと並んでいて、サクサクのクロワッサンに甘いブリオッシュ、コーヒーとの相性も良さそうです。カフェスペースもあるので朝ごはんや休憩にもぴったりです。こんな可愛いチョコレート屋さんもありました。まるでおとぎ話の世界みたいなこのチョコレート屋さん、兵隊のモニュメントや可愛いクマのオブジェが出迎えてくれます。中に入ると甘い香りとカラフルなチョコレートがいっぱいありました。ここにも中にカフェスペースがあって素敵な空間です。私の好きなカカオ省もこんな可愛らしい外観でした。なんか街全体がおとぎ話のような可愛いモニュメントやレトロな建物が多くて、歩いてるだけでとても楽しめて、なんか別の国に来たような感覚になりました。クリチバにこんなところがあったなんて驚きです。イタリアンの食べ放題のお店や美味しそうなクレープのお店もあったので、こ
こはリピート確定です。クリスマスの時期とかも雰囲気があって楽しそうですね。そんな中、ふと提灯のぶら下がった日本らしきお店を発見しました。名前は安いと書いてあるけど、やっぱり売ってる品物は他のアジアンマーケットと同様高めでした。辛いものが好きな夫が韓国の辛ラーメンを購入していました。イタリアの街に来たのに結局お土産はラーメンになりました。そしてカレールーも発見しました。前回の動画でたくさんの方が日本のカレールーどこどこで買えるよってコメントしてくださったんですけど、私にとったら高級品でなかなか手が出せずにいます。でもこの間スーパーでちゃんと間違わずにカレー粉をゲットできて、カレー作りに再挑戦しました。ブラジルに来て1年ぐらい試行錯誤を続けてきたカレーですが、ウスターソースを手に入れた今、だいぶ日本のカレーに近い味になってきました。Oh my god, meu Deus, really good. たくさんの方からコメント欄で料理動画のリクエストをいただいてまして、今いろいろ考え中です。私の中ではアジアンマーケットに行って特別な食材を手に入れなくても、普通のブラジルのスーパーで手に入る食材で作れる日本食のレシピを提案したいなって思ってるんですが、皆さんからもこんな動画が欲しいみたいな案があればコメント欄で教えてください。それでは今日はこの辺で。動画少しでも楽しんでいただけたらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。Muito obrigada por assistir até o final. Desejo uma ótima semana para você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!